こんにちは、粟田洋介です。偉大な芸術家になりたい。その昔、私はそんなことを思って高い目標を持っていました。しかし、そういった高すぎる目標っていうのは自分を潰しかねません。そんなわけで今回は高すぎる目標を持ってストレスとかプレッシャーとかちょっと生きづらさを感じている人は目標設定をちょっと下げてあげる。かなり下げてあげる。そういったことが大事になるっていうお話をしたいと思います。去年1年間、私はアートセラピーの学校に通ってアートセラピーの認定証を取ったんですけど、その時に高すぎる目標っていう概念を知りました。そして目標が高すぎるっていうことがすごく生きづらさとつながるので、目標設定を下げてあげるってことで生きやすくなったり、そしてそれがかえって成功の近道になったりするっていうことを学びました。高すぎる目標っていうのは自分の身の丈に合わないっていうことなんですけど、それは他者との優劣っていうこととは関係なくて、それぞれの個性、特性、そういったものに合った目標設定をするっていうことですね。ある人にとっては目指せ東京大学そういった勉強とかのレベルでの目標だと、多分そういった大学っていうのは高い目標ってなると思うんですけど、ある人にとってはその高い目標っていうのは達成可能な目標で、またある人にとってはその目標っていうのは達成するのがものすごく難しかったり不可能だったりっていうこともあるかもしれません。それは受験勉強とかの基準の高い低い優劣ってことなんですけど、そういったことが基準のレベルの学校で東京大学っていうのがあって、なんだか知らないけどいろんな学校があって、この辺の私が嫌いな言葉なんですけど F ランクとかっていう大学、そこを目標にすることがある人にとってはちょうどいい目標になるかもしれません。でもそれは優劣っていうんじゃなくて、受験勉強では優劣なんだけど、そこに入ってから何をするかっていうことが大事なんじゃないかなと思うんですよね。それは優劣ではありません。どんな学校に行っても、そこで自分が何を勉強したり、何をして自分を磨いていくか。まあそれ以外にも何かあるかもしれませんが、目標っていうのは人それぞれで、目指す道っていうのがいろいろあって、今言った東京大学に合格するっていうのは、数多くある一つの目標に過ぎなくて、素晴らしい目標っていうのはこの世には無限にあるっていうことです。それはアートの世界だって同じなんじゃないかなと思います。それから今の現状っていうのがあって、まあ筋トレとかと同じで、今持ち上がる重さがあって、次に目指す重さっていうのはそれよりもうちょっと重いものだけど、急に重いものを持ち上げたりすると怪我をしたりとか、あとはびくともしない。そしてそれを持ち上げられなければダメなんだって思っていたら、自分はダメなんだって思っちゃうかもしれません。だけど、この重さが持ち上がって、次には1キロでも重いものが持ち上がるようになったら、今よりも成長して、それは1キロっていう目標を達成したことになります。それは高すぎる目標じゃなくて、達成可能で、その1キロっていうのを喜べたら幸せですよね。だけど、1キロとか2キロとか数字で言うと、なんか優劣みたいなことができてきちゃうんですけど、人生っていうのは、そういった数字とかステータスとかそういうことじゃなくて、自分らしい目標っていうのがあるんじゃないかと思うんですよね。その目標っていうのが高いっていうよりは、自分にそぐわない目標であったりすれば、もちろんプレッシャーとかストレスとかものすごい心の負担になるし、そうなったらいいパフォーマンスなんかできないんじゃないかと思うし、まあそれでいいパフォーマンスができる人もいるかもしれないけど、でも人によっては心を病んでしまうこともあるかもしれません。高い低いっていうのは数字が高いとか低いっていうんじゃなくて、自分っていう人間を知って、その自分に合った目標であるかどうかっていうことですね。高すぎる目標を持ってしまう原因は、子供の時の親や先生、兄弟などの、もしくはその他の周囲の環境、そういったことが高すぎる目標を作ってしまう原因になるようです。特に幼少期の時の親の影響は大きくて、何々でなければならない。そういった子供の時に植え付けられたことは、いくつになっても心の声として現れたり、自分の価値観として定着してしまいます。そういった価値観だったり基準だったりとかが自分とかけ離れているとうまくいかないものですから、こんなんじゃダメだ、こんなことやっても意味ない、
何者かにならなければならないし、そうならなければ自分はダメな人間なんだ。そんな風に自分自身を苦しめてしまうわけですね。私自身もそんな心の声に支配されてきた人間です。そして時折そんな声が聞こえてくることもあります。そんなんじゃダメだ。そんなのくだらない。みたいな感じですね。でもその原因っていうのが分かって、その何々しなければならない、何々でなければいけない、そういった考えを捨てたら、自分らしくあることがすごく幸せに思えてきました。そういった支配から脱却した時、私はその何々しなくても、何々にならなくても、ただ自分自身である、そういったことを誇りに持てるようになりました。私が子供の時に幼稚園とか学校で将来の夢とかって聞かれるんですけど、私はどんな仕事に就きたいとか全くイメージすることができなくて、何になりたいなんてわかりませんでした。今思うと私は仕事が嫌いなんですね。そして私が10歳ぐらいの時だったかな、絵描きになりたいって親とか兄弟に言ったら、絵描きになる人っていうのはそんなもんじゃないとかって感じで否定されました。それで大学へ行く前とか、みんなが進路について話し合うわけですけど、どんな仕事がしたい、どんな勉強がしたい、私は何がやりたいのか、なんとなく勉強したいことはいくつかあって、その一つに美術ってこともあったんですけど、ただ私が本当にやりたいことは、毎日笑って生きていけたらいいや、そう思ったんです。そして友達に話したら、すごくいい友達だったので、笑ってくれて、その笑いっていうのは愛情に満ちたものでした。そして今思うと、それこそが私が本当になりたい自分なんじゃないかなと思うんですよね。毎日笑って生きていく。それだけです。そして今も時折、こんなんじゃダメだ。何者かにならなければならない。そんな声が聞こえてくる時があるんですけど、そんな時は、そんなの私の生き方じゃないって思えるから、そんな声は無視できるんですよね。そして私が楽しいと思うことに対して、そんなのくだらないって声も聞こえてくる時があるんですけど、まあ本当に幻聴みたいに聞こえてくるんじゃないんだけど、くだらないって感じでそんな時は、くだらないから面白いんじゃないかって笑って喜んでますそう、私は毎日笑って生きていければいいんです。私がいつも言っているように、絵なんて好きなように描けばいいと思ってるし、人生だって楽しく好きなように生きていったらいいんじゃないかと思っています。そこには愛と思いやりが溢れていて、そんな人生を私は生きていきたいと思っています。だから私は高い目標なんていらないんです。さっきちょっとお話ししましたが、去年私はアート活動をかなり減らしてアートセラピーの勉強をしていました。アートセラピーを学ぼうと思ったきっかけは、私が絵画を教えている時に、私はテクニックっていうものをほとんど重視しなくて、自分が描きたいものを描くことができて、そしてそこに自分の個性を表す。そして生徒さんたちの個性を引き出すお手伝いをする。それが私の絵画レッスンのスタイルでした。そして今は教えることをしてないんですけど、そんな感じのスタイルだったので、私の絵画レッスンっていうのは、絵画レッスンっていうよりもアートセラピーなんじゃないかなって思ったんです。そこでアートセラピーを勉強して思ったんですが、やっぱり私はアートセラピストっていうよりもアーティストなんですよね。やっぱり絵を描くんだったら楽しい絵を描きたい。人に喜んでいただけるのも嬉しいし、それが私らしさなんだってことに気づきました。まあ私はアートセラピストでもあるんですけど、やっぱりただのアーティストなんだなって思います。過去にもそう気づく出来事っていうのはほんとたくさんあって、それはちょっと違う分野のことに足を突っ込んだ時もそうなんだけど、ちょっとした瞬間に人との違いに気づいたりとか、あとはアーティストの方々と接してる時も、皆さん素晴らしいアーティストなんですけど、それぞれ違うスタイルがあって、同じアーティストなんだけど、自分らしいアートのスタイルっていうのがあって、そういったことに気づいたりもします。だから目標が高いっていうのは、高い低いって自分からどれだけ遠いか近いかっていうことで、高い低いの優劣じゃなくて、素晴らしい自分の個性っていうものに合った目標っていうことなんですよね。私は上か下かとかって優劣で物事を見ることが大嫌いで、私もあなたも他のたくさんの人たちもみんな素晴らしくて、だけどみんな違うから、同じことをやったら優劣が出ちゃうんだけど、それぞれの道へ行けば、みんなが素晴らしいんだと思うんですよね。そしてその基準っていうのは、社会的な基準だったりとか、その時代背景の基準だったりとか、そういったもので見ると、上とか下っていうのが出てきちゃうんだけど、
そんな基準なんて私は本当にくだらないと思っています。なぜなら、あなたも世界中のみんなもみんな素晴らしいからです。最後ちょっと熱くなりすぎちゃいましたが、自分がたどり着ける目標、そんなんで人生いいんじゃないかと思うんですよね。そして私の目標なんて目標とも言えなくて、ただ毎日笑って過ごせばいいし、その目標っていうのはすでに達成しているんです。くだらない人生だな。だけど、くだらなければくだらないほど私にとっては楽しいんです。そしてその楽しさこそが私のアートなんです。なんちゃって。昨日こんなくだらないを書いてみたんですけど、アートが楽しくなくなる理由、Art should be just fun, not. それ以上読むと動画を配信できなくなっちゃうんで読みませんけど、アートは楽しいものなんだっていうのは私の考えで、私の目標で、人それぞれアートとか芸術とか美術とかそういうものの価値観とか存在する理由とかそういったものが違くて、人それぞれいろんな目標があったらいいんじゃないかと思います。ということで今回の動画は以上です。この動画が良かったと思った方は、いいねやチャンネル登録、それから動画の感想などもコメントで教えていただけると嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さようなら。